アフターエフェクツでテキストやシェイプのカラーをまとめて変更するときにやっておくと便利な仕込みについてお話ししていきたいと思います。例えばこういう風にですね、コンポジションが複数ある場合、コンポ1がまあこんな感じ、そしてコンポ2がこんな感じですね。そしてコンポ3と。それぞれ別々の図形だったりテキスト、そして色もバラバラっていうような場合にですね、よくお客さんからですね、文字は全部黄色にしてほしいとか、図形は全部青にしてほしいみたいなことを変更で言われることってあると思うんですよね。で、アフターエフェクツで映像を仕込んでる場合に、これ一個一個コンポジション開いて、文字の色と図形の色を変えていくのって結構手間だと思うんですよね。今説明する仕込みが役に立つんじゃないかなと思います。コンポジションを新たに1個作りまして、コンポジションから新規コンポジションで、名前は何でも結構なんですけれども、カラーコントロールということで CC という風な名前にしておきたいと思います。デュレーションは特に何秒でも構いません。今回は仮に5秒としておきます。はい、こちらの新しいコンポジションにヌルを作ります。レイヤーから新規ヌルオブジェクトですね。このヌル自体はもう名前このままいきたいと思います。ヌル1というレイヤーにですね、エフェクトを適用します。エフェクト、エクスプレッション制御からカラー制御を適用します。これを1つ、そしてもう1つかけます。2つかける理由はですね、文字用のカラー制御と図形用のカラー制御と2つということですね。名前がどちらもカラー制御っていう名前になってて、ちょっと分かりにくいので、リネームしておきたいと思います。適用したエフェクトはですね、名前は変更できるようになってます。例えばカラー制御の方、はい、クリックしてエンターして、テキスト CC。はい、カラー制御2の方は、シェイプ CC ということで、文字用の色変更、図形用の色変更で2つ適用しておきます。これができましたらですね、エフェクトコントロールパネルのこの鍵マークありますね。ビューアのロック切り替えというスイッチをクリックして、このパネルをロックしておきたいと思います。作ったコンポジションのカラーの情報をそれぞれ紐付けていくというような作業になります。カラーの情報っていうのがデフォルトで入ってるのかどうかちょっと検索してみます。テキストと図形を両方選択した状態で、この上の検索窓にカラーと入れます。はい、そうすると今円のレイヤー、図形レイヤーですね、塗りのカラーメニューが出てきます。この渦巻きをですね、シェイプ CC のカラーに紐付けておきましょう。これでシェイプ CC のこのカラー制御を使って色を変更することができるようになります。今こちらのカラー CC の方で色を変えております。逆にですね、今もともとタイムラインのレイヤーにあった塗り1の中のカラー、ここで色変えようと思っても変えられないんですね。コントロールされてしまっているので、強制的にシェイプ CC のカラーに変更されるようになっております。ここちょっとトグルを開けてみていただきますと、はい、エクスプレッションが入ってますね。CC という名前のコンポジションのヌル1というレイヤーで色は調整されてますっていうようなことが書いてあります。今カラーで検索したらですね、テキストのメニューが出てきてないということは、テキストの変更できるカラーのプロパティがないんですね。この Japan と書かれたテキストの方は塗りのプロパティを追加しておきたいと思います。トグルを開きまして、アニメーターから塗りのカラー RGB を追加しておきます。そうすると新たにですね、塗りのカラーというプロパティが追加されますので、こちらの渦巻きをテキスト CC のカラーに紐付けておきます。そうするとこのテキスト CC で文字の色が制御できるようになるという感じですね。これをですね、他のコンポ2、コンポ3も同じようにやっていきます。完成しました。コンポ1、コンポ2、コンポ3。はい、すべて同じ色に今なってますね。テキストが白、図形が青になっています。ではこちらのエフェクトコントロールで一括で文字の色と図形の色を変えてみたいと思います。ではテキストを水色、図形を黒にしてみます。コンポ3、コンポ2、
コンポ1、すべて一括で変更することができました。これ非常に便利ですので、普段1個ずつですね、テキストの色とか図形の色を変更の指示が来るたびに変えてらっしゃった方は、やってみていただければと思います。例えばコンポ2だけ元の色に戻してほしいと言われた場合は、ここのコンポジションの中だけ指示を外していただければ結構です。指示の外し方なんですけれども、図形の方は今こちらですね、塗りと書いてあるところに塗りのカラーというのが入ってますが、このですねカラーの下にエクスプレッションが入ってます。このエクスプレッションのこの青いイコールマーク、こちらを押しますとエクスプレッションが解除されて元の色に戻ります。もう一度このイコールボタンを押すと、はい、制御されるというような感じですね。テキストの方はですね、このアニメーターっていうメニューが今かかってますので、このアニメーターと書いてある列の目玉ボタンを外すとリセットされますので、これで元のカラーに戻るという感じですね。コンポ1とコンポ3だけはコントロールされたまま、コンポ2だけはコントロールから外すみたいなことも、可能になります。図形とかテキストの色をまとめて変更する場合は、やっておくと便利かと思いますので、ぜひやってみてください。チャンネル登録は画面の中央に出てくる目玉のキャラクターのアイコンをクリックしてよろしくお願いします。